こんにちは、吉岡直樹と申します。ジャズベース講座の6回目ということで、今日はメジャースケールの3度のインターバルについてお話しします。私たち日頃からベースラインを弾いたり、ソロを弾いたり、時にはメロディーを弾いたりすることもありますが、これらはすべておおむね1オクターブ以内の跳躍の連続、これを演奏していると考えることができます。今回からしばらくインターバルのお話を続けます。今日の3度から始まってオクターブ8度まで取り組んでいきますが、そうすることによりベースの演奏パフォーマンスの向上、これが見込まれます。ぜひ取り組んでいただければと思います。さて、スケールでインターバルを練習すること、これには3つの狙いがあります。1つはそのスケールについて多角的に理解すること。2つ目は合理的で一貫性のある運指、これが身につくこと。そして3つ目としてこの楽器を演奏するために必要なフィジカルなスキルの維持向上に役立つということです。特にレガートにインターバルを演奏すること、これは大変難しいことですが、これを達成することによって日頃のパフォーマンスの向上に役立つと、そのように考えています。さて、メジャースケールの3度なんですが、長3度と短3度があること、これにもしっかり気を配ることが必要です。それでは早速練習を始めてみたいと思います。E メジャースケールから始めます。一度弾いてみます。このようになります。メジャースケールの3度のインターバルの練習方法にはいくつかバリエーションがあるようなんですが、私は下りがですね、上りの全く正反対になるように組み立てています。これは音だけではなくて運指もそのようになるように考えています。それは合理的で一貫性のある運指にも役に立つと考えているからです。それでスケールの3度なんですが、これは準備の練習にとても効果があります。ポイントはまず開放弦の前後に準備が必要だということがあるということ。それからもう一つ、3度のペアを2つの弦にまたがって演奏するときに重音、ダブルストップですね。これによる準備が必要だということです。それで準備の動きといいますと、実際に出る音と、それから左手の動き、これにギャップがあります。ですから、これの関係を分かりやすくするための譜面を用意しました。これを見ながら説明していきたいと思います。ではもう一度 E メジャースケールの3度、これを説明しながら弾いてみます。次 A を弾くんですが、左手は G シャープを押さえます。そして次 G シャープを弾くときに B の音を押さえます。このようになります。そして次は、2つの弦にまたがるペアが続きます。まず B と、D シャープを1と 2と1で押さえて、そして D シャープを弾くときに C を小指で押さえてしまいます。そしてそのままシフティングすれば次の3度が弾けますね。そして続いて、次も2つの弦にまたがりますので、2の指と1の指で E と G シャープを押さえます。これは押さえたまま下りに入っていきます。次も重音で押さえます。次も同様です。次も重音で押さえます。次は F シャープだけを押さえます。このようになります。それでは A メジャースケールの3度に進みましょうか。一度弾きます。
説明していきたいと思います。C シャープを押さえます。そして E を押さえております。次、重音が続きます。ここで F を押さえます。重音ですね。それから重音です。重音です。そして B を押さえます。このようになります。続きまして D メジャースケールです。一度弾いてみます。このようになります。前半は今までの E メジャースケール、A メジャースケールと共通しているのですが、後半は、G 線でシフティングが続きます。これはまずシフティングがどれだけ行われているかということを自覚すること、それからレガートに演奏するためには、1の指は決してシフティング中離さない、場合によって2の指も離さないんですが、そのことがとても大事です。説明しながら弾いていきたいと思います。F シャープを押さえます。で、A を押さえます。ここからシフティングが続きますが、次は、2ポジション上がりますので、小指のところに小指のところに人差し指が来るように、このことをしっかり自覚することが大事です。このようになります。で、次は1ポジション、シフティングですので、2の指、4の指のところに1の指、2の指が来るように、そして次は、2ポジション上がりますので、4の指のところに1の指が来るように、その時に、1の指だけではなく2の指も押さえたままシフティングします。このようになります。次は2ポジション上がります。で、下りも一緒です。2ポジション下がるので、1の指のところに小指が来るように。次は、1ポジション下がりますので、1の指、2の指のところに、新しいポジションの2の指、4の指が来るように。次は、1ポジション下がります。この時、ここも同様でした。次、10音で押さえます。1を押さえます。このようになります。続きまして、G メジャースケールです。これは一つのポジションで、演奏することができます。これは一つのポジションで弾けるのですが、準備の動きがそれなりに複雑です。最初は10音で押さえた状態で始めます。次は C を押さえます。そしてここで E を押さえる。次は F シャープを押さえます。で A を押さえる。10音で押さえます。で E を押さえる。10音です。B を押さえる。10音です。このようになります。次は C メジャースケールです。一度弾いてみます。これは先ほどの G メジャースケール、それからその前の D メジャースケールとも似ていますね。最初はダブルストップ、10音の状態で始めます。そして次は F を押さえる。次は A も押さえます。ここ
こからポジション移動が続きます。レガートに弾くためには1の指は離さないように。10音で押さえます。1を押さえる。で、また、ここで10音です。続きまして F メジャースケールの3度なんですが、これもですね、一つのポジションで演奏することはできるのですが、左手の動きと実際の音のギャップ、これがとても興味深いことになっています。ちょっと一度弾いてみます。まず、F から始めるんですが、次に G を押さえる。で、B フラットを押さえる。次は C を押さえて、E を押さえます。F を押さえて、A を押さえます。ここはずっと押さえっぱなしで、ここまで。そして E を押さえて、次は E と C の10音です。B フラットを押さえて、次も10音。F を押さえます。このように、なりますが、この時左手のアーチをきちっと作っておくということが大切です。次 B フラットメジャースケールです。このようになります。丁寧に見ていきましょうか。まず、次 C を押さえ、次は E フラットを押さえます。F を押さえます。そして A を押さえる。次、10音で押さえておきます。そして E フラットを押さえます。10音です。B フラットを押さえます。このようになります。続きまして、E フラットメジャースケールです。一度弾いてみます。最初は次 F を押さえます。4の指ですね。ここで1を押さえます。ここから G 線で上がっていきます。ここは1、2の指をつけます。次は3の指を使います。下っていきます。ダブルストップですね。次1を押さえます。後半がですね、ブツブツ切れたりしないように、このようにならないようにレガートにするためには1の指、それから一度だけ2の指もなんですが、一番押さえたままシフティングをする。このように弾くことが大切です。次なんですが A フラットメジャースケール、一度弾いてみたいと思います。
のようになります。非常に難しいです。最初はダブルストップから始めます。ここで、C と E を押さえてます。これが次の E フラットの準備になります。そしてここで4の指も押さえます。C を押さえてます。それが次の D フラットの準備です。この時 F も押さえてます。もうすでに押さえてます。D フラットを弾くのと同時に F を2の指で押さえます。次 F を押さえます。で A フラットを押さえ、下りです。重音で押さえます。そして E フラットを押さえる。次も、シフティングをして、ポジション移動して重音です。次は、D フラットを弾くと同時に、このように E を押さえる状態にします。そうすることで次の、準備になります。そしてこの時 B を押さえてます。それが次の C の準備になります。このように。そして次重音です。このようになります。これはですね、ゆっくりゆっくり練習することが大切です。次、D フラットメジャースケール。このようになります。A フラットメジャースケールとよく似ています。ゆっくり、説明していきたいと思いますが、最初は重音。そしてここで A を押さえてます。そして今度は F を押さえる。そして今度 B フラットを押さえてます。次は重音ですね。ここで1の指に変わってます。A を押さえてます。ここで2で E を押さえてます。そしてシフティングしてそれが F に変わります。次重音で終わりです。このようになります。続きまして G フラットメジャースケールあるいは F シャープメジャースケールの3度です。このようになります。とても難しいですね。これは丁寧に練習することが必要です。では説明していきたいと思うのですが、画面では G フラットメジャースケールの方の、楽譜を用意しました。まず最初なんですが、1の指2の指で、順を作って押さえるのですが、次、4の指を押さえます。そして、そのままシフティング。ここは、2,1なのですが、ここで4,1に変わります。そして4,2に変わります。ここは2,1と押さえといて、ここで4,1に変わります。そして4,2です。次は1,2と押さえ、重音ですね。そして次も重音。このようになります。続きまして B メジャースケールの3度です。これも詳しく見ていきたいと思います。最初は1、2で押さえ、ここで4を押さえます。そして2、1ですね。そしてここで4を押さえます。そして4、2。
え、ここで1、2と押さえてます。10音です。そして次も10音。今日のお話は以上です。メジャースケールの3度のインターバルそのものを学ぶということも大事なんですが、加えて左手の準備の動き、これを徹底させるためにもとても良い、トレーニングになるかと思います。私自身も、怪しいところはあったんですけれども、改めてちょっと復習しなければと思いを新たにしました。左手大変厳しいですね。特に最初のうちは、かなりバテるのではないかと思うんですが、こうすることで左手の強化につながり、強いては、音色の向上、こういったことにも、つながるのではと思います。最後までご視聴ありがとうございました。